プロテインなんてゴリゴリマッチョの男性や筋肉系女子が飲むものでしょ。プロテイン飲むと太るっていうし、プロテインは腎臓に悪いから体に良くないって聞いたけど、そもそも中高年女性にプロテインなんてという間違った認識でプロテインを取り入れていなくて、実はダイエット面、美ボディ作り面、更年期症状の面でも損をしている方が多いんです。また、プロテインを取った方がいいのは知ってるけど、どれを買えばいいのかわからないというだけで、なんとなくプロテインを取り入れられないままになってしまっている方も多いですよね。全部そのまんま40代頃までの私でした。全然必要性分かってませんでした。美容面、健康面、ダイエット面、どれだけ損をしていたことか。ということで、今日この動画を見ていただくことで、私と同じ4、50代以上の女性が正しくプロテインを取り入れることで、一体どれほどのメリットが得られるのか。プロテインの選び方と正しい飲み方。これらがすっきりわかるようになるので、今まで知らずに損をしていた方も今日からすぐにこれまでの損を取り返して、美容も健康もダイエットも全て手に入れる50代以降のポジティブライフに踏み出せるので、最後までしっかりご覧ください。動画の最後にはプロテインをおやつにできちゃうめちゃくちゃ美味しいおすすめの簡単レシピのご紹介と、皆様へのお得な情報もお伝えしますので、最後まで抜かりなくチェックしてくださいね。プロテイン、怪しいお薬やサプリじゃありません。タンパク質イコール英語でプロテインです。そのまま人間が生きるために必要な三大栄養素の一つ、糖質、脂質、タンパク質ですね。糖質と脂質って控えなきゃってイメージありますよね。だいたい普通に生活してると通り過ぎになるのがこの2つ。逆にほとんどの人が慢性的な不足状態になるのがタンパク質。特に中高年、高齢者、タンパク質不足は深刻だって知っていましたか？タンパク質不足で何が起きるのか。筋肉量が低下して基礎代謝が下がる。太りやすくなる。筋力低下によって肩こりや腰痛になる。些細な動作で疲れやすくなる。お肌や髪の張り、ツヤがなくなる。集中力も低下する。鉄分などのミネラル不足によって PMS や更年期症状の悪化。免疫細胞がタンパク質を原料に作られているので、免疫力の低下にも直結します。神経伝達物質のドーパミン、セロトニンは脳内でタンパク質を原料に作られます。ドーパミンは意欲や学習能力を司っていて、セロトニンは精神を安定させるという役割があります。なので、タンパク質不足でこれらが作られなくなってしまうと、心が不安定になってしまったり、思考力が低下したり、集中力が低下したり、無意識のうちにぼーっとしてしまう、やる気が出ない、イライラするといった更年期あるあるな症状、実は脳にタンパク質が足りていないからという可能性も大なんです。もちろん、お食事から十分なタンパク質を摂取するのが基本の基。十分なってどのくらい？厚生労働省によると、体重 ×1gが必須タンパク質量とのことなんですが、これはほぼ運動を行わない高齢者などに当てはめても過剰じゃないという数値です。ということは、普段もっと家事や仕事などの活動をしている世代なら、体重 ×1.2g ぐらい、さらに自重でのタクトレで美ボディ作りを頑張る皆様なら、体重 ×1.5g ぐらい、ジムで重量を使った高負荷の筋トレをがっつりする方なら、体重 ×2g ぐらいを目安に、それを下回るようならタンパク質不足。なので、例えば体重50キロで自重のタクトレを頑張られる方なら、50キロ ×1.5g イコール 75g は確保しないと、先ほど挙げたようなタンパク質不足症状に悩まされるわけです。タンパク質のトリセツ。1回に吸収できるタンパク質量は20から 30g が限度。過剰なタンパク質は腎臓に負担になる。でも、かける 2g 以内なら心配なし。タンパク質貯金はできない。はい、これテストに出ますよ。
今日晩ご飯に鶏胸肉の食べ放題でタンパク質 150g も食べたし、明日はもうタンパク質なしでいいわということにはならないということなんです。1回につき20から 30g、1日に 75g 取れますか？タンパク質含有量の多い食品例。鶏ささみ肉で 23g、生ハムで 24g、焼きたらこで 28.3g、ゆで卵が 12.9g、納豆は 16.5g、豆腐は 6.6g、豆乳だと 3.6g、プロセスチーズが 22.7g、カマンベールチーズは 19.1g、これすべて 100g あたりです。ささみ2本分ぐらいが 100g、つまり 23g のタンパク質。3食毎回ささみ肉2本ずつ毎日？それもそもそもそんなの難しいですが、お肉、卵、魚、乳製品などの動物性のタンパク質と大豆などの植物性のタンパク質を両方バランスよく組み合わせることが体には必要とされていますので、なぜなら偏ると腸内環境の悪化のもとになると言われています。毎日毎食20から 30g、 1日 75g、 動物性と植物性バランスよくって献立を考えるだけでも挫折しそうじゃないですか。正直めんどくさすぎます。だから結果タンパク質不足症状に侵されてしまっているのが私たちの日常ですよね。プロテインを飲むと太る説。それムキムキマッチョの男性が体を大きくするイメージですよね。ジムでものすごいバーベルを使ってビルダーさん並みに頑張らないとムキムキになったり、筋肉が目に見えて1センチも2センチも分厚く大きくなんて簡単なことじゃありません。女性がちょっとやそっと筋トレをしてプロテインを補給したところでそんなにムキムキになるほど筋肉は簡単に大きく成長したりしないので心配はいりません。普通に筋トレを頑張っても引き締まったり張りが出たりボディラインがきれいになる程度です。ただしプロテインの種類によっては人工甘味料が使われていて、それによって太りやすくなるという場合があるので成分には注意が必要です。プロテインで便秘や下痢になる？乳糖不耐症といういわゆる牛乳でお腹が痛くなっちゃう方の場合、動物性タンパク質のホエイプロテインで下痢になられる方もおられます。またホエイの場合、もともとタンパク質の不足が慢性化していた方などでタンパク質の消化機能が低下している方には消化が追いつかなくなって消化されないタンパク質が腸の悪玉菌の餌になってしまって腸内環境が乱れることで便秘になる場合があります。昆布やごぼう、らっきょうなどに多く含まれている水溶性食物繊維、これが腸内の善玉菌を元気にするのでしっかり摂取して腸内環境を健康にしておくことがお腹のトラブルを防ぎます。水溶性食物繊維は脂肪の取り込みをやめさせる短鎖脂肪酸を作る原料でもあるので、ダイエットで体脂肪を落とすためにはとっても重要な栄養素です。動物性タンパク質のホエイプロテインで便秘になる方の場合、植物性タンパク質のソイプロテインなら大豆の食物繊維の作用で逆にお通じがスムーズになるのを助けてくれますよ。カロリー制限しないと痩せない？若い頃と同じダイエットで痩せない理由は基礎代謝。基礎代謝が上がれば寝ていても脂肪が燃える。たくさん食べているのにスリムな人の秘密は基礎代謝量。1、基礎代謝量を上げる方法として筋肉量を増やすことがまず一番に挙げられます。筋肉に使用されているエネルギーっていうのが基礎代謝のうちの 25% 近くも占めているからです。たくさん食べてもスリムな女性は運動で脂肪を燃焼しているからというよりも運動で筋肉量を増やしているから基礎代謝が高いんです。筋肉がつくと体温も上がりますので免疫力が向上します。健康面においても良いことだらけです。2、筋肉の次に基礎代謝の消費比率が高いのが肝臓です。肝臓が疲れていると基礎代謝量が落ちてしまいます。アルコールを肝臓で分解させる際にタンパク質が大量に使われるため、せっかく筋肉を育てて全身の基礎代謝を上げようとしているのに筋肉が育てない状況になっていってしまうんです。
飲酒前にプロテインを飲むというのもちょっとした裏技です。ダイエットできないのは意志が弱いから？ダイエットに挫折しがちな方はタンパク質不足。シドニー大学のデイビッド・ローベンハイマー教授とスティーブン・J. シンプソン教授によれば、人間を含むあらゆる生物は必要量のタンパク質を摂るまで食欲が収まらないということが数多くの研究や実験で示されていると言っています。タンパク質の含有量が少ないものを食べれば食べるほどもっと食欲が増してしまって食べ過ぎてしまうという説です。怖いですよね。タンパク質不足が起きると脳が空腹だとサインを出すんです。なぜかいつも食べたい気持ちに支配されて自分を制御できないあなた、ほぼ確実にタンパク質不足による脳の空腹サインに振り回されています。このあたりのダイエット理論の詳細は別の動画でもっと詳しくお話ししていますので、ぜひそちらも見てみてくださいね。体重を落として痩せたら若々しくなれる？ 50 代、ただ痩せたらシワシワにしぼむ。それだけは絶対に嫌ですよね。ただ単にダイエットをしたらおばあさんか一直線。だからこそなりたい体のラインや張りのある若々しい皮膚感やシルエットを作るために筋トレ系エクササイズは外せません。そしてお肌や髪の毛、そして筋肉を作ってくれる原料になるのがタンパク質なので、そのタンパク質を不足している場合ではありません。中高年にプロテインなんて不要？植物性タンパク質のソイプロテインなら、女性ホルモンであるエストロゲンが減少すると食欲が増加して、更年期世代の私たちはこれによってさらに太りやすくなるんです。イソフラボンはエストロゲンと同様の効果があるので、食欲を安定させてくれる効果があります。大豆イソフラボンはエストロゲン活性を示す植物性エストロゲンだということが分かっています。大豆タンパク質であるグリニシンは筋肉量が減少するのを予防する効果があるとして、宇宙食にもなんと導入されているんだそうです。プロテインを飲むだけでは筋肉が増えるわけではありませんが、筋肉量の減少を抑えることができるんです。30歳以降1年ごとに 1% 筋肉量は減り続けるんですよ。見た目に張りがなくなって基礎代謝が下がるのはそのためです。大豆サポニンを摂取していればインスリンが過剰分泌されなくなるので、脂肪の生成も抑えられるんです。大豆レシチンは脂質代謝を改善して血中のコレステロール値なども正常化させてくれます。その結果、脂肪肝などの改善にもつながるので、肝臓が正常な働きができることによって代謝が改善するためにダイエットにも効果があると言えるんです。大豆の力ありがとう。私がプロテインを選ぶ際のポイントは、人工甘味料などの合成添加物が不使用であること、上質の大豆が使用されていること、1食分で20から25グラムのタンパク質が含まれていること、低脂質、低カロリー、低糖質、低価格、日本経済のためにもできれば日本製、甘すぎず粉っぽすぎず毎日飲みたくなる自然な美味しさ。ヘルシーセクシーフィットネス開設当初から視聴者の皆様からおすすめのプロテインはとかご質問をいただくことがありましたが、この22ヶ月これといって何か特定のものをご紹介したことはありませんでした。どれを飲んでいいか分からずにさまよっていた皆様、今まで申し訳ありませんでした。割と何事にも私はこだわりすぎる性分なもので、適当なものを人様に勧めるのは怖いというか、なので私がこれだと思えるもの、絶対おすすめしたいものというのをずっと探し回っていました。それでついに見つけたので、思い切ってメーカーさんにご提供のお願いを私の方からメールさせていただいて、私のフィットネスについての暑苦しい思いを伝えましたらば、まさかの思いが通じました。ということで今日はやっとそのプロテインのご紹介をさせていただけます。
品質に私が大満足したことがきっかけだったんですが、なんとこのプロテインは私たちが購入することによって障害のある方々の就労支援や賃金向上のための支援活動になるんです。その点も私がどうしてもこちらのプロテインを買いたい理由なんです。日々購入して毎日摂取するものが安心、納得品質っていうだけじゃなくて、誰かを助けるお金に回ってくれるならそっちを買いたい。 UFIT ソイプロテイン。元プロ卓球選手の水谷選手がアンバサダーを務めていたり、 J リーグやプロバスケットボールチームのオフィシャルサプライヤーにも選ばれている日本のフィットネスブランド、プロアスリート御用達ブランドである UFIT さん。ボディケア用品やフィットネス器具、完全栄養食の販売、トレーニングや栄養の情報発信もされている信頼のメーカーさんが作っておられるソイプロテインです。商品の特徴をざっとご紹介しますと、人工甘味料、保存料、着色料、香料を不使用、最高品質の大豆を使用、タンパク質含有量 84% とトップクラス水準、日本国内工場にて製造、低脂質、低カロリー、低糖質、障害者の雇用支援。先ほど私が挙げた条件にドストライクすぎるということで、こちら私はもちろんそれこそ本当にたくさんの種類のプロテイン、ホエイもソイも両方試してきていますし、いろんなフレーバー、お味ですね、チョコ味だの、コーヒー味、抹茶味とか、フルーツの関係の味ですね、ストロベリーとかバナナとかっていうのをいろんなもののいろんなメーカーさんのものを試してきたし飲んできたんですけれども、すごくべったり甘すぎたりだとか、あとこう科学的な感じのこう不自然な甘さとか味、なんか分かりますよね、なんかこう作り物っぽい感じのなんかそういう甘さとか味、風味っていうのだとなんかってこう続けられない、飲んでるうちにもう一杯飲みきれないぐらいの感じでちょっとこう気持ち悪くなっちゃったりだとか、あとプロテイン独特の、皆さんもなんとなくイメージしてらっしゃると思うんですけど、プロテインの粉っぽさとか、なんかこう喉越しの重たさ、飲み干しにくさみたいなのとか、なんかこう胸膨れするような感じだとかっていうのがあることが多くって、なんとなく結局これっていうお気に入りに出会うのってすごく難しいんですけれども、お味の方は飲んでみないとお伝えできないので、早速飲んでみたいと思います。いきたいと思います。メモリがついている容器になっているので、お水の量を測って入れていきます。ちょっと氷をいくつか放り込んであげるとより美味しくいただけるんでおすすめです。これ蓋を閉じ損ねてガーって振っちゃうとことに大惨事になりますのでね、お気をつけください。ちゃんと閉まっているか確認をして。はい、これすごく混ざりやすいですね。そしていただきます。美味しい。ですね、そもそも香りがプロテインの香りじゃない、黒糖きな粉の優しいジュースの、なんかジュースっていうの、飲み物の香りなんですよね。なのですごくいい香りっていうところから入っていけるのも嬉しいですよね。美味しいんですよ、本当に。これ嘘っぽいと思われるかもしれないんですけど、これなんて言ったらいいんでしょうね。どう言えば嘘じゃないって伝わるんだろう。本当に今までここまで言うと本当になんか宣伝臭いと思われたらすっごい悔しいんですけど、私が本当に今までそうやって数々飲んできたプロテイン数ある中で、
こんなに飲みやすいっていうか、こんなに素直に美味しい、飲みやすいじゃないですね、素直に美味しい、もっと飲みたい毎日って感じるレベルの味とか喉越しって初めてかもしれないっていう、本当に記憶にないですね、こんなに美味しいなって感じて飲めるの。本当なんです。飲み干してしまいそうだけど、ちょっと置いといて。空腹時のタイミングで運動する方はバナナやプロテインドリンクを摂取してからという風にすることで、速攻でエネルギーになってくれるので、脂肪と一緒に筋肉が燃やされてしまうことなく安心して運動できます。私の場合はだいたいトレーニング直前に半分飲んで、筋トレ直後に筋肉がちぎれそうということで、頑張った筋肉ちゃんを修復してケアするプロテインを届けてあげるわけです。動物性のホエイプロテインの方がソイよりも吸収は早いのですが、大豆タンパク質がもたらす中高年女性への絶大な効果を考えると、私はソイ派です。お味もホエイよりも喉越しの重たさがなくて、ホエイよりも腹持ちがいいというのがダイエッターのおやつにも断然推しです。食べる罪悪感がゼロです。この YouFit ソイプロテインを私たちが購入すると、障害のある方々の自立支援になるわけなんですが、特に今月、この2月いっぱい、その支援をいつも以上に強化してくださる障害者の自立を支援するキャンペーンを実施中ということなんです。キャンペーンの目的は、障害者の平均月収を7万円に上げるということで、人工添加物フリーのこのソイプロテインを最大 30% オフということで、私たちが買いやすくしてくださった上で、障害者支援団体ハラカラ福祉会さんに売り上げを全額寄付ということです。ですから私ももちろんこの現品1パックだけいただいた以外は1円もいただきません。キャンペーン期間は今月末2月の28日までです。なのでプロテイン買ってみようかなと思っておられる方は、ぜひぜひこの2月中に概要欄にお得に買えるクーポンを記載しておきますので、プロテインってこんなに美味しかったのをご自身で体験していただいて、皆様のダイエット、美ボディ作り、健康や美容にぜひぜひ習慣化させてください。先週に続いてなかなか通常の筋トレ動画に戻れてなくて申し訳ありません。でも皆様の美ボディ作りに絶対に有益なことだったんで、どうしてもお伝えしたかったんです。少しでもこの動画が役に立ったよという方は、高評価、ご感想、コメント、チャンネル登録とお知らせのベルもどうぞよろしくお願いします。それでは次回こそは美ボディ筋トレでご一緒しましょう。ご視聴ありがとうございました。